はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。星の動きも補足しながらいきますし、最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、いきますね。あとお知らせなんですが、私の方で、星の情報を知りたいなとか、星占いが好きだなとか、タロット好きだなっていう方のメンバーシップをやっています。どんなことをやってるかっていう詳細は概要欄に載っていますので、よかったらそちらからご覧ください。そして、毎月月末に翌月の、星の情報や運勢を、LINE でね、皆さんに無料でお届けしていますので、LINE 登録まだの方はぜひお友達登録もお待ちしております。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。5月前半です。9 ofカップの9逆。はい、ペンタクスの5逆。ソード5。ソードナイト。吊るし人の逆。タワー。はい、そしてマジシャンですね、これは。はい、気をつけることや対策が。運命の輪ですね。へえ。そしてスター。オラクルはペンタクスのペンタクスのエース逆です。ちょっと久しぶりにこのカード使うので面白いなと思って展開してみました。ちょっと星の解説をね先にさせていただきますが、4月の25日以降逆行していた彗星も元に戻り順行に戻りましたので、非常に明晰に物事を進めていける、考えていける、ビジネスも流していけるっていう流れになっています。でさらに5月の1日、ちょっと戻ります。4月29日以降ですね、金星が牡牛座に入ることで、お羊座の皆さんにとっては金運とかお金とか自分の価値っていうものに光が当たる、増えていくみたいな流れもありますし、5月1日以降というのは火星というバイタリティ、勇気、チャレンジみたいなものがっていうエネルギーがお羊座に入ってくるので、おそらくお羊座の皆さんも5月に入ったらすごい勢いで動きたくなるっていう感じだと思います。すごくシンプルに言うと、5月は稼げる時とか、お金を稼ぐことに一生懸命になるとか、別にお金という物質だけじゃなく、自分の価値を構築していきたいんだとか、何か目的に合わせて自分がやりたいことをやっていくみたいな、ギューッとエネルギーを集中して欲しいものを手にしていくような流れがある時です。で5月っていうのはこの2024年の中でも最も華やかな、もう竜巻起こるんですかみたいなすごい勢いのある時なので、おそらくこのエネルギーをお羊座の皆さんはうまくコントロールして自分の目的や状況をプラスに変えていくように使えると思います。だからすごく楽しみな時期に入ってきました。特にね、5月の中旬、また中旬ぐらいに次の動画をアップしますが、5月の中旬ぐらいっていうのは本当にふわーっとね可能性が広がっていく、発展していくみたいな流れなので、ふんだんにそれを使えるなお羊座の皆さんっていう感じです。で、ちょっとその上でタロットを見ていきますが、タロットっていうのは結局その人の意識やマインドの状態によって現実の捉え方も変わるし、気づいた時点ですぐにそれは変えられるところなので、今さっきお話しした星の動きっていうのは運勢ですね、外側の運勢で、お羊座の皆さんの傾向としてこの時期起こりやすいことはっていう内面の動きっていうものをタロットで見てるわけですけれど、それでいくと、入り口がカップの9なので、すごい喜び事があるっていうか、楽しいことが待っているみたいな、なんかチャンスがありそうなワクワクした感じっていうのがあると思います。でその感情的にはなんか楽しいことが起こりそうとか、いいなみたいな、そういうのがあるのにもかかわらず、なんか現実的にはすごく硬いエネルギーで自分を縛ってるなって感じがします。要するに意識がふわーっと舞い上がろうとしてる、この運勢とともに。だけどこの自分のマインドや自分のなんかこだわりとか恐れとか
そういったものがギューッと自分をなんか縛っている感じがして、すごくそこが対照的ですね。感情がふわーっと上がる部分とギューッと引っ張る部分だから、可能性がわーっと広がっているにもかかわらず、いやいやそんなこと無理だとか、いやそれにはこうしなければいけないみたいな、なんかそういうね、なんか面白い動きだなっていうふうに思いました。そしてここまでの動きですけれども、過去のところにソードの5が出ているので、なんでしょうね、なんかね、まあ一言で言うとモヤモヤした感じというか、すっきりしない、現実をそのまま現実として捉えずに、いろんな想像が働いて余計なこともたくさん考えてるかなっていう感じのカードです。でなんとなくですけど、こう自分がやりたいことがあるし、こうしていけばいいっていうのも分かっているけれども、まるでどこか横からもしくは後ろから誰かに刺されるんじゃないかとか、誰かに何か文句言われるんじゃないかみたいな、そういった不安とか、不安っていうほど強いものじゃないんですけど、そういったなんか懸念材料みたいな、それをなんかこう背後に感じるからこそ、こういろんなところにこう意識が向いて、前も後ろも横も見て、いつでも対応できるようにしなくっちゃっていうふうに思ってるような感じがします。でこの意識ってすごく精神に疲れますよね。こうただあるがままに今自分がここにいるっていうだけではなく、何が起こるかわからないから、ものすごくアンテナを張り巡らせて、いつでも対処できるようにしようみたいにしてるのって、すごく精神的に疲れるので、そこはちょっと緩めてほしいなって感じがありますね。で現状のところはソードのナイトということで、もう忙しいとかね、いや忙しそうです、とってもね、やることがいっぱいあるんだとか、もしくは目標に向かってめちゃくちゃ頑張ってるんだっていうような、さっきのギューッとこう目標焦点を合わせてそこにフォーカスしてやっていくよっていう、もう馬が飛んでいってますからね、このカードはね。なんかそういうエネルギーで突っ切っていくんだなっていう感じがすごくあります。ただそんなにね、こう精神的には余裕がない感じなんですよね。こうやることがいっぱいある、気を抜けない、頑張らなきゃいけないみたいな、なんかそんな感じですね。ちょっと緩めたいなって感じはありますね。でその後もやっぱり吊るし人の逆ということで、そうね、カードからのメッセージとして言うと、そのやることがいっぱいある、頭の中では何をすべきか分かっている、そして頑張らなければいけないみたいな思いから、全部を行動に移さなければいけないと思ってるかもしれないんですけども、ちょっと待ってくださいねみたいな、逆に動かずにこの状況が流れていることを見ることで気づくことがたくさんあるかもしれませんよみたいなメッセージだなと思いました。これはちょっと補佐カード見てみますね。うんうんうん、現状は決して悪くないんですよね。ちょっとこれはね、もう政治で全部見させてもらいますけど、現状は全然悪くないです。しっかりと働いているとか、しっかりとやることやってるし、いいんだけど、もっと生産的になりたいとか、もっと効率よく生きたいとか、何かもっともっとっていう、こう今の自分で今の状況っていうものを少し否定して何かを得ようとしてるみたいな感じがあって、だからこそもっと走らなきゃいけないんだ、何かをしなきゃいけないんだみたいな思いがあるんですけど、もしかしたらそこまで走らなくていいかもねみたいな感じが出てますよ。この吊るし人の逆位置の意味っていうのは、あえて止まってみることで、もしくはあえて逆のサイドから物事を捉えることで大きな気づきがあるよっていうカードでもあるので、その動くことだけがいいわけじゃないんですよね。何かを達成することだけがいいわけじゃない。止まってみることややめてみることや手放してみることによって気づくことがあるよっていうことで、現状良くないし、全然悪くないですし、もし楽しく関わる人がいるのであれば、その人と楽しく関わってみてください。でもなんとなくこうちょっと遠慮してるみたいな感じもありますよね。そしてその次にまたね、こうタワーというカードが出ていて、何かを壊そうとするっていう動きがあるんですね。で私は個人的にタワー大好きなんですよね。現状を壊す方が新しくなっていくし、活性するから。なので
何かおそらく自分で自分を縛っていたものを壊していく流れなんだなって感じがあります。これとってもいいですね。そうできたらもう最高ですよね。こう自分で自分を壊すってすごく怖いことだし、あのなかなかそれがね一人ではできないと思うんですけれども、こう宇宙の流れの恩恵として今5月の前半に起こることを通して何かに気づいたり、何かをちょっとやめてみたり手放してみたり、こう急ぐことばっかりじゃなかったなみたいな感じで何かを止めてみることで、いかに自分で自分のことを縛っていったか、いかに自分で自分のことを責めて、なおかつもっともっとっていうふうに自分をせき立てていたかっていうことに気づいて、ようやく本当の心の中の、晴れ間を見ますよっていう感じかな。急いでとかこうガーってやってる時っていうのは外の景色を見る余裕もないと思うんですけども、止まってみることで本当の自分が感じていた空の景色や空気感や喜び、明るさっていうものも感じることができるよっていうふうに私は思いました。でその後にマジシャンということで、なんか自分を壊した後に泡のようになって分解されてまた新しく作られていくんだみたいな、すごくいい幻想的なねカードですけどもが出てるので、めちゃくちゃいい破壊と再生があるんだなっていうふうに思います。破壊と再生いいじゃないですかね。で特にこの入り口のところがその感情的にわーっと盛り上がったり楽しいことがあるにもかかわらず、自分自身でこうでなければならないとか自分には価値がないとかっていうそのぐーっと引っ張る部分が強かったので、ここを手放したり壊したりっていうことだと思うんですね。そうすることによって本当にブクブクブクって泡がこう膨らんで形作られていくように、何かが生まれて新しいものが生まれていくよ、始まっていくよみたいな感じのカードが出ています。めちゃくちゃいいじゃないですかね。ちょっとこっちで見てみようかな。一応補佐カード見てみますね。5月前半ですからね、まだ。はい。本当にオールマイティにいろんなことをこなせる自分になるっていう感じがしますね。これお仕事でもいいですし、自分のそのコンプレックスをなくしていくっていう流れでもいいですし、人間関係でもう少し新しい付き合い方したいなとかでもいいですし、何かをこう基地か強かとか0か100かみたいな、そういう極端な考えではなくって、それもありかな、両方ありかなみたいに溶けていくような感覚があります。そして、対策のところで言われているのがすごくいいんですよね。このね、運命の輪にスターということで、ものすごく、理想に向かってまさに動き出すそのタイミングが来るよっていう感じでね言われてるんですね。ただご自身が自覚している状況や今ある状況がその期待している状況とは少し違うかもしれませんけれども、流れ的には今まさに来てるよってことなんです。自分がずっと願っていたこと、あんまり外には出してなかったかもしれませんが、自分の心の奥底でずっと願っていたこと、消えずに動いていた感情みたいなものが今まさに動き出そうとしているとかっていうこともありますし、これは時によってというか時間の流れによって一時的に諦めたりとか止まったりすることがあったとしても、今まさにこのタイミングだからこそ生まれることや流れていくものがあるよっていうふうに言われているので、とにかく過去の自分で物事を捉えないようにしてください。過去の自分だったらこう判断するとかではなく、過去は過去もういいみたいな感じで、それやってきた今の自分がパーフェクトとして考えた時に新しいものが生まれていく。そして自分を制限していたものや自分の古い固定概念、既成概念っていうものは壊されて新しくなっていくよみたいな、このカード私すごい好きだな。今はね泡のような形でいろんなものができてくるみたいな感じがあるのでね、ぜひ、やってみてください。そしてまだね自覚されるのは後かもしれませんが、明らかに自分の人生にとって必要なもの、
自分の人生にとって大事なもの、なくしたくないものや信念や誇りや価値や、何かもしかしたら金銭、お金の新しい動きなのかもしれないし、ビジネスかもしれないし、何かとっても大事なものがここから生まれるよっていうふうに言われているので、ものすごくいい感じです、私的には。カードでだけ見るとあれなんかちょっと暗いのかなと思うかもしれないんですけど、必要な破壊と再生が起こり、もっと軽くなる、もっと自由になる、もっと自分らしい自分になるための改革が行われるようにサポートされているこの2週間ということですね。頑張りましょう。はい、ということで最後にね、ちょっとオラクルカードを見てみたいと思います。だからこの流れ、自己変容として一番強くお話ししましたけれども、お仕事でも同じですよ。お仕事でもすごくチャンスが来たと思ってそれやってみたい、でもこんなにお金がかかるとか、そんなに資金がかかるのかって言ってわーってやるけど、ちょっと待てよと、その方法じゃなくてもできるかもしれないな、昔の自分のその想念っていうのを外してみた時に新しいやり方が見つかったとか、新しいものが見えてきた、おおみたいな、そういう感じがあるんですね。なのでいいなと思います。関係性もそうですよ。人間関係も誰かとの関係性っていうものがその人だけがバーンって自分の人生の中で現れているわけではないですけれども、関係性の中でも大事な、自分自身が壊されていく感覚っていうものがあるでしょうし、その人との出会いや何かによって古い自分が壊れて新しい自分にバージョンアップして関わっていくことができるんだなっていうのかもしれないですからね。なぜ0か100かではなく、それが溶かされていって全く未知の新しいものが生まれると思っておいてください。なんてエキサイティングなんでしょうか。はい、5月の羊座さん、はい、エレメントということでいいですね。可愛らしいカードが出てきました。このカードを見て皆さんも何か感じるものがあれば直感でねメッセージを受け取ってみてください。とてもいいですよね。ネイチャースピリットということで、あらゆるもののバランスが取れている、そしてあるがままの自分でそこにいる、そして気がつけばたくさんの喜びや恩恵が周りにいっぱいたくさんあるみたいな、そんなメッセージだと思いました。いいな。どんなことがあるのかね、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ただ5月の前半だけじゃないのでね、楽しいのってこっから5月6月ダダダダダといきますから、ぜひまずこの最初のこの2週間っていうのは自己変容、怖いと思っていることもやめてみるとか、やってみるとか、なんかそういう風に新しい自分を発見できたらいいなと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ5月楽しい時間をお過ごしください。失礼します。